どうも皆さんこんにちは。実は先ほど羽田に、帰ってまいりまして、昨日までアメリカのアーカンソーにおりましてですね、で本当は一昨日経って昨日日本に着いているはずだったんですが、ちょうど今熱帯低気圧の、ちょうど一番なんかアメリカを襲っている最中らしくてですね、飛行機が欠航してしまいまして、ちょっと私も、こんなに甘いスケジュール作ったんじゃまずかったなと思って後で反省しましたし、こちらの事務局の皆様方にはですね、随分やきもきさせた、ご心配かけて申し訳なかったなと思っております。ということで、そこでですね、本当は失敗談がいっぱいあるんですよ。アメリカの実情が分かってないし、ということで、あるんですが、それちょっと置いといてですね、お酒の話をしたいと思います。私どもの酒蔵が、この30年間約30数年間、非常に成長を遂げた100倍を超える成長を遂げたわけですから、日本酒業界の中ではちょっと特殊だということで呼んでいただいたんだろうなと思っております。でそれは何が私どもがここまで伸びることができたんだろうなということをですね、考えてみると、やっぱり一番大きなところはですね、社会って、私はもう40下手したら50年近くこの酒造業界に途中は切れてますけども見てるわけですね、ウォッチしてるわけですが、でやっぱり社会が全然変わってくるんですよね。でそこの中でやっぱり酒蔵も当然それに合わせて変わっていかなきゃいけない。でそれを私どもが変わっていくことができた、対応するということができたということが一つと、でじゃあそれなら他の酒蔵でもみんなできるはずですけども、それはおそらくですね、私どもの中にじゃあこういう酒蔵になりたいという、目標というか理想があって、そっちを向いてしかも変わっていく社会の中で対応していったということが大きいんじゃないかなと思います。でこういうふうに言うとすごくなんか立派な、計画を立ってやった、理想を持ってやったと思われるでしょうけど、私がせいぜい考えたのはですね、いやなんかいい酒をお客さんに出してかっこいい酒蔵になりたいな、黙ってても売れるような酒蔵になりたいなという、その程度のミーハーな、目的で始めたわけであります。でその中でやっぱりおいしい酒ということに一番、私どもは注力したわけですけども、ちょっとそれをですね物語る映像がありますので、ちょっと動画を少し最初にご案内したいと思います。2分ちょっとですから、気楽に見ていただければと思いますが、じゃあ動画をお願いできますでしょうか。でこれニューヨークでもうちの酒が売れてるよという、そういう自慢をするために流してるんじゃなしにですね、ぜひねちょっと参加してるお客さん見てほしいんですね。これはちょっと会の背景を言いますと、私どもはこれ一社でやってるんですよ。例えば最近の政府のですね、日本産品の輸出のそういう後押しを受けてとかですね、だから経産省とか農水省とかですね、そういったところの、補助事業でもないし、ジェトロと組んでるわけでもないし、それから、もちろん酒造組合と組んでるわけでもない、ただ一社でやってるわけです。そうするとどういうことが起きるかというと、いわば義理で来るお客さんってほとんどいないわけですね。で要は結局会費を取りますから、
会費を払って獺祭を飲んでやってもいいよというお客さんだけが来る、そういう会なんですね。でそうするとこう見ていただいてお分かりになるんじゃないかなと思いますけども、非常に女性とそれから若い人とそれからまあ当たり前ですけどもアメリカですから外国人の女性が多い。でこの3社のですね特徴的なものって何かと言いますとね、やっぱりあんまり日本酒を知らないというか詳しくないんですよね。で日本酒に詳しくないということは日本酒に対する思い入れそのものもちょっと少ないだろうと思うんですね。でその日本酒に思い入れの少ないお客さんを引っ張れるのはなぜか、獺祭はなぜそれを引っ張れるかというとですね、やっぱり美味しいという、お酒の要は一番大事なものは美味しい酒を社会にお届けするというかお客様にお届けするということが一番私どもができる社会貢献ですから、そこに私どもが向いているということが、こういったお客様を、来ていただけるその理由だろうと。だからという象徴的な会としてですね今ご案内させていただきました。で私どもの酒蔵といいますのはですね、山口県のもう日本酒業界の中でも非常にマイナーな県ですね。マイナーな県でしかもこれ山の中なんですよ。大体ですね私どもの酒蔵のね、ある集落が30名人口を切ってるんですね。で、そんな過疎の地域にあるがゆえにですね非常にね企業としたら過酷な状況にあったわけです。で過酷な状況にあったということが私どもにとったら反対にプラスになってきたわけですね。ということをちょっとおいおい説明していきたいと思います。日本酒というのは皆さん方はお分かりの通り非常に日本の文化とともにですね密接につながってて、これなんか結婚式の、写真ですけど親善結婚式、おみきは三々九度は日本酒でそのぐらい日本のそういう文化と一緒にくっついておりますし、それからもう一つは経済とも、長年、つながりが深くて、米を、原材料とするわけですから日本のある意味で言うとある意味まで主要産業であった農業からですね、米をいただいて作ってる。でしかももう一つはですね農業から私どもがいただいた、ものというのはもう一つありまして、それは労働力ですね。労働力を農業、地域から供給してもらってたわけですね。だから、夏場は農業をやる。で冬場は酒蔵に行ってこういった形で酒を作る。杜氏さんとか杜氏さんとか蔵人さんとかっていうよく言われるそういう方たちですよね。で、実はこの杜氏さんとか蔵人さんというのは非常に私らにとって都合のいい雇用形態でしてですね、冬場だけ来てくれるわけですよ。冬場だけ来てくれて、で冬場の寒冷な気候を利用して酒を作ってくれる。で夏になったら帰るわけですから人件費が発生しない。で杜氏さんたちにしてみてもやっぱり、冬場の農業のできない時期に、現金収入になるわけですから非常に両方がウィンウィンの関係の、雇用形態なんですね。ところがこれが、太平洋戦争が終わってで日本経済がどんどん発展していくでしょう。で沿岸地帯それから、全国津々浦々工場が進出してきますよね。そうすると、やっぱり農村の労働力そのものというのがねいなくなっていくんですよね。でそこで結局そうすると農村の労働力がいなくなるということは酒蔵に供給してもらえる杜氏さんたちの、労働力も減ってくるという形になってくるわけです。でそんな中でじゃあ酒蔵はどうやってそれをなんとか乗り越えてきたかというと、まず、
例えば灘とか伏見とか、それから一部新潟とかと言われるそういったところのですね大メーカーになっていった酒蔵さんは機械化していくわけですよね。機械化していくことによって労働力の不足を補っていくわけです。でそれからもう一つ、地方の酒蔵の中で今度は優秀な杜氏さんをですね抱えることができたり、それから、立地のいいところはですねそういう地方の名手として、でそのお酒はたくさん作れないけども酒蔵として残していく、そういった形になっていくわけですけども、これはこの2つの方向ってねどっちもね弱点があるんですよ。でなぜかというとですね機械化はね結構ね非常に苦しいんですね、酒の場合は。なぜかというと日本酒というのは米を麹の力によって糖化して、でそのできたブドウ糖に酵母が取り付いて発酵するという、これが同時に起こるわけです。非常にコントロールが難しい形の発酵形態を取るわけですね。でこれを機械化しようとするとですね常にね品質のね低下のね圧力にさらされるんですよ。でこれをどうするかというのは非常に大きな問題で、じゃあ地方のそういう杜氏さんたち、優秀な杜氏さんを捕まえることができた地方名士はどうかと言いますと、これはこれで今度は生産量が増えないから日本酒業界全体をねこう引っ張り上げていくというパワーに欠けるわけですね。やっぱり供給しないものは商品としてのブランドの価値というか商品力が上がってきませんから、いくら幻の酒でいや素晴らしい酒があるんだ、飲んだことないのにそれどんなのということになるでしょう。そういうことでどちらにしてもちょっと一難ある。でそんな中でじゃあ獺祭どうしたか。獺祭が考えたのはですねこうだったんですね。これはうちの検査室なんですけども、杜氏さんよく経験と勘って言いますね。経験って何ですか。経験ってデータの蓄積でしょ。で勘って何かというとそのデータの蓄積とその現状の現場の現象との間でですね思考が飛躍していくことが勘ですよね。だからこの2つなんです。でじゃあこれを表に出して杜氏さんの頭の中を外に出してやればいいじゃないかということで始めたのが、こういった形で、だから私どもは酒造りを徹底的にデータ化して、でそれによってそれを見ながら社員たちが酒を作っていく、そういう形になっていったわけです。でこれは私ども特徴的な話でなんですけども、こうすることによって、酒造りも安定していったわけですけども、例えばこれあそこで先ほどデータ化したその検査室でデータ化した上でですね、じゃあ実際作る酒造りのスタイルってこうなんですよ。機械が作ってるわけじゃないわけですね。人間が作ってるわけです。でこれはなぜかというと微妙なところまでねコントロールしていこうとするとねなかなかね日本酒というのはねできないですよ。機械化なかなか難しいんですよ。で特にこれ麹を作ってるところなんですけども、アジア全体で麹って結構使いますし、それから、中国とか韓国通ってで麹の文化も日本に伝来したと思われるでしょうけど、これ実は違うんです。麹菌ね DNA 解析すると日本だけ違うんですよ、世界の中で。だからこの作りでしかも作り方もこれはバラ麹といって一粒一粒バラバラにして作っていく麹なんですけどもね、中国なんかでしたら、中国とかベトナムなんかでもそうですけど、亀のような中で塊で発酵させる、全然違うもんなんです。でそうであるがゆえに非常にコントロールが難しいんですよ。でこういう形でやらざるを得ないということで、私どももこういう麹の作り方をやっております。でそれからもう一つですね、これは、私どもの発酵室の現場ですけども、1年間ここでずっと作ってるわけです。社員と一緒に作ってるから、社員は夏場来なくていいよ、
給料もやらないけどって言ったら誰も定着してくれませんので、夏場もとにかくやっぱり社員これは来るんだから酒作った方がいいよということで1年間冬場の、気候を作ってで酒を作ってるわけですね。でこれやってみて非常に良かったのはですね、やっぱり1年間ずっと作るということはね、緊張が途切れないんですよね。夏場酒を作るのをやめる、どうしてもそうすると秋から酒造りに入ると緊張が途切れて、そこからまたゼロから始まっていくわけですけど、私ども1年間ずっと作るから緊張途切れないからもう一つはお客様に、一番いい状態の保存状態のいいお酒を常に届けることができるという形、とにかくただこう言って偉そうに話してますけども、これができた背景って私どもはある一時期にあまりに私のその経営が稚拙だったもんで杜氏に逃げられてしまったんですよ。で杜氏に逃げられてしまいましてですね、もうその結果どうしようもなくなって社員と一緒に作り始めた。だから要はそういうピンチが私どもの反対と救ってくれたんですね。で原材料に関してもですね、私らはおいしい酒を目指すということは原材料一番大事ですから、山田錦という米しか使いません。日本で一番、高い今でしたら米だと言われておりますけども、その山田錦をですね年間で約1万トン、17万6千俵ですから約1万トン超えて使いますよね。で、この購入ルートを作るためには相当苦労しました。やっぱり兵庫県産というのがね、山田錦の場合主産地が兵庫県なんで兵庫県産を使う確率が高いんですけども、それを増やしていくためにいろんなことをやりまして、例えばこんなこともやりましたよね。田んぼのそばに富士通って書いた箱がポールが立っておりますけど、これでとにかく要は酒造りと同じなんですよ。考え方として私考えたのは、要は農業もデータ化してでそれを見ながら人間がやればいい米ができるんじゃないかということで、こういった形でやったりで、ただじゃあこれでですねそのデータ化してやったら米簡単にできるかというとどうもなかなか酒ほどうまくいきませんでですね、特に農業の場合は農家のやる気という問題があるんで、そこら辺が大きな問題でまだ横たわってるんですけども、ただとにかく何とかして米を増やしていこうということで、私らはある一時期山田錦が足らないということで全国の酒蔵から随分あいつが山田錦買いすぎると怒られたんですけども、とにかく私らは増やそうとしたんです。で結果としてですねこういった形で先ほど言いましたように、17万6千俵という購入ルートが出来上がったわけですけど、これもね考えてみたらね私どもの酒蔵って山口県にあるでしょ。で山口県ってね酒米の産地じゃないんです。酒米の産地じゃなかったんですね。で本当に県内の山田錦、最近でこそ2万俵ぐらい分けていただいてるんですけども、なかなかいい米を供給してもらえなかった。地元にいい米がなかったがゆえに主産地からいい米を購入できたわけですね、フリーハンドで。これがだから地元が米どころだったらなかなか私らのような決断ってできなかったと思うんですね。だから私らにとったら非常にそこで山口県内で言えばなかなか米を供給してもらえなかったがゆえにこういった形の購入方法が取れるようになった。ただこれはねいろいろ問題はあるんですよ。こういうことをやると例えばそうですね県の農政部とかそういったところからすると地元の米を使うとことさら言わない酒蔵って
あまり嬉しくないでしょ。でそれはこういろんな形で、足を引っ張られてですね、先日も産経新聞見てましたら美智子妃殿下が、というか天皇陛下ご夫妻が山口国体で山口来られた時の思い出話が載っておりましてですね、その時に山口県の酒のこう展示場に行ったら獺祭がなかった。で美智子妃殿下がここには獺祭がないんですねと聞かれたそうでですね、そういうそのぐらいこう影に日向にいろいろやられたわけですが、ただもう一つここで大事なのはね、これね例えばじゃあ県庁でそういった形でこうやられたからじゃあその酒の売り上げって阻害されるかってそんなことないんですね。決してだから例えばそういう担当の方がいくらこっち引っ張ろうとしてもやっぱり一般の普通のお客さんが買ってもらえるって圧倒的に大きいでしょ。そっちを向いてる方が強いんですよ。で私らからしてみたらそういった形で、ここまで伸びてきたわけですね。でそれからもう一つですね、これは私どもの考え方なんですけども、大量販売の論理からお客様の幸せ嗜好商品って何言ってんだこれ、なんかわけわからんなという話なんですが、言えば乗船とか河川とかですね、パックに入ったお酒とかそういう安いお酒を大量販売する方向から純米大吟醸ちょっと高いお酒をちょっと売れるんでいいよという形に変わっていったという。でこれはなぜかというとこれはね、私らが若い時昭和30年代なんて思い出してみると大体大工さんの1日の日当が500円としてお酒の2級酒一番安いお酒が一升瓶500円一緒なんですよ。たくさん飲めないでしょ。たくさん飲めないけど私が、酒蔵の社長になりました昭和59年この辺りになりますともう高度経済成長もあって大工さん1日の日当で酒は10本や20本ぐらい買える時代になってて、そうするといくらでも飲めるわけですね。よくその頃に話してたのが昔は女房子供を7人入れなければ、アル中になれなかった。今はもうお小遣いの範囲内でアル中になれるよと。でそうするとお酒に対して要求される機能性って変わってくると思うんですよ。でそれを私どもはだから見ながらやっぱだからたくさん飲んでもらうとか、そういう方向じゃなしにいいお酒をちょっと楽しんでもらう、そういう方向に変わっていくべきなんじゃないかなということで、こういった形になってきました。でそれはねできた理由はね大きいことはただ一つ、負け組だったからです。その時に私ども変わっていく過程で考えてみたら今の大体事業規模で言ってもせいぜい100分の1ぐらいのところですから、負け組ですよね。本当に負け組、地元で。で負け組だから今の状況じゃどうにもならないわけでしょ。今のビジネスのやり方じゃ絶対勝てないわけですから、そんな中でだから変わってきたわけですよ。それと同時に考え方として私どもの中にあるのはですね、とにかくできる限りのその売り上げを取ってできる限りの利益を取るという考え方をしません。でそれはどうも違うんじゃないかな酒の場合はと思っておりまして、だから誤解を招く言い方かもしれませんけどもできるだけ原価をかけよう。だからよく獺祭で今45という商品、純米大吟醸の45という商品が一番その価格の安い商品なんですけど、これで山田錦を 45% まで磨いたお酒なんですが、これで一升瓶で3000円の商品。そうすると大体一般的な地酒の価格の値付けからしたら相当低いんですね。だけど私らからしてみたらとにかく価格に対して原価なるべくちょっとでもかけたいよということでやってきたもので、これでやってき
きてるわけですけど、でも結果としてそれによってですね売り上げも上がってきましたし、それからおそらく日本酒業界全体の、利益率、酒造業界の利益率より私どもはもう少し1ランク高いと思います。結果としてそれがプラスにこう来てるわけですね。やっぱり私らからしてみたらこのやり方が一番成功パターンだし、それからとにかくその売れればいいとか、マーケティング主導型でたくさん売れればいい、それからでとにかく取れるだけ利益を取ろうという形というのはですね、どうも私違うんじゃないかなと、そういうふうに、少なくとも獺祭に関してはそういう考え方でやっております。それから、もう一つ、日本酒というのは日本の歴史と文化により出来上がってきた酒で、であるがゆえに伝統の手法ということがあるわけですが、それは私どもは固執しない、変わることこそ日本酒の伝統と考えております。さっきも言いましたように杜氏とか蔵人が作るんじゃなしに社員が作ってる、それから、何らかのところで私どもの酒蔵の外観写真見られた方いるんじゃないかなと思うんですけど、高さ60メーターの12階建てのビルですよね。でまあ異様なというか酒蔵のスタイルにならないわけであります。ただ、私らからしたらそれは言い訳はあるんですよ。いろいろ言い訳ありましてですね。でやっぱりあれ社員が酒造りをしていくとなるとやっぱりスペースがいるんですよ。よくレストラン関係の方にお話しするんですけどね、厨房のスペースがないレストランでいい料理ができます？やっぱりその客席より厨房がでかいぐらいのレストランでないと本当にいい料理ってできないですよね。同じように酒蔵もやっぱりスペースがいるんですよ。作業スペースいる。で作業スペースを全部こう入れてったら、ビルみたいないやビルになっちゃったんですね、12階建ての。で結果としてですね、皮肉なことにその外観だけ見たお客さんから「獺祭って中で機械で作ってんだろう」みたいな話になるわけですから、全然感覚的に違う話なんですよ。それと同時になんで伝統に固執しないかというとですね、やっぱり日本酒の作り方ってどんどん変わってきてるんですよね。でそれはだから室町時代の酒の作り方、それから今江戸時代の作り方、それから今の作り方、根本的にだから米を麹で溶かしてでそこに酵母が取り付いて発酵させるというスタイルは一緒ですけども、昔の室町時代の頃のお酒を再現してみるとなんかお醤油みたいな外観の、全く違うお酒で、今米と水から作るにもかかわらず果物の香りがするようなそういうお酒とこれ違うんですよね。でこれはなぜかというと考え方としてあるのはですね、やっぱり杜氏とかね蔵人さんがね現場で工夫したからだと思います。この現場で工夫することをですね日本は許すんですよね。なぜかというとヨーロッパのギルドがないから。だから職人さんたちが勝手に工夫して改善してやっちゃう。でこの結果これで500年経ったことによって、言えばこう今の酒が出来上がってるわけですから、私らにとってみたら変わるのが当たり前。日本酒の伝統って変わることなんだな、そう思っております。少なくとも獺祭にとってはだから、手法は結果のためにしかないと考えてるわけですね。で、ちょっとですね最近のトピックを少しお話ししたいと思います。残念ながら亡くなっちゃいましたけどジョエル・ロブションさん、フランス料理の神様とか帝王とかって言われた方と組んでパリのフォーブル・サントノーレにレストランを獺祭ジュエル・ロブションという名前でレストランを出しております。でこれは獺祭はじゃああれかレストラン業にも進出してレストラン業でも儲けようとしてやってるのかなと思われるんですけど、これかなり踏み出したところは違っておりましてですね、というよりも何よりもね私らにとってね一番効率がいいのは酒を作って売るのが一番効率がいいわけでありまして、レストラン業ではあまり儲からないわけであります。だからその意味で言うと反対に邪魔なもんに近いわけですが、
でもなぜやったか、これはフランスにおいて酒を見てたら本当にひどい酒しか出てないんですね、日本酒はね。それは本当はいい酒なんですよ。本当はいい酒なんだけど、フランス人にとってやっぱりワインと同じような貯蔵方法でいいと思ってるから、そうするとちょっと保存の温度が高すぎる、それから期間も長すぎる、で酒が出てくる。でしかもフランス人にとったらですね、やっぱりフランスのワインは輝く天井の星だけど、日本酒は東洋の蛮族が作ったなんかわけのわからん酒で、最近なんかちょっとなんかいろいろ声がかかるから日本酒も置いてみるかみたいな、そういうお酒なんで、ほっとくともうフランスのここというような高級ホテルのレストランでもですね、獺祭出てきても2年前の酒とかね、なんだこれはみたいなひどい酒が出てくるわけでありました。これじゃまずいよと。やっぱりフランスで本当にいい酒紹介しなきゃいけないということで、始まったのがこの獺祭ジュル・ロブションであります。で彼はロブションさんは本当に獺祭が好きでですね、で、基本的にはだからフレンチと獺祭合わせる。彼がある時にですね言った話がですね、ある日本の有名日本料理の料理長とシェフと、それから俺の作ったフレンチとで、やっぱ俺の作ったフレンチの方が獺祭良かったと本人は言っておりました。そういうふうなそんなこともあってこれ始めた店なんですね。でぜひですねフランスに行かれた時は寄っていただけると本当に嬉しいなと思います。で、もう一つ海外ネタでこれがあって実はアーカンソー行ってたんですけども、ニューヨークの、北に100キロぐらい上がったハイドパークという町があるんですが、そこで酒蔵を作ります。でこれは近くに CIA という、スパイの CIA じゃないですよ、料理学校の CIA カリナリー・インスティテュード・オブ・アメリカかという、全米最大の料理学校があって、でそこからですね、日本食の講座を強化したいんだけど日本酒というか近くで作らないという話が来ましてですね、でここでハイドパークで作ることに。でこれもやっぱりアメリカの日本酒市場を見てるとまだまだなんですね。だからアメリカに住んでる日本人、それから日本酒の好きなアメリカ人、それから日本びいきのアメリカ人、この辺の人たちは今日本酒をですね、飲んでるとはいえですね、ほとんどのアメリカ人って何それっていうまで状態。やっぱこのためにはやっぱりアメリカで作らざるを得ないだろうということで、こちらでですね純米大吟醸ばかり作る。とにかく今までみたいな低価格のお酒をアメリカでもね酒蔵がね何社かあるんですよ。でだけど残念ながらスーパー行ったら一番下の棚に5ドル99セントで並んでるようなお酒しか作ってらっしゃらないんで、そうじゃなしに、本当にいい酒を供給していこうということで、アメリカに作ることにしまして、でそれは米も最初は日本から持っていく、それからアメリカでカルローズという米を使おうと思ったんですけど、山田錦がどうやらいけそうだということでですね、日本からも山田錦持ち込んでパナマ運河こうやって持ち込みますけども、アーカンソーでも作ろうと。で向こうの農家の方と、話して、というかこういう話ってお互いに人と人が信頼できないともどうしようもないんで、信用できるかどうかの勝負なんで、私らはもううちの酒蔵が本当に本気なんだと、アメリカで酒を作る本気でやってんだと、遊びじゃないよ、盆栽みたいな酒作るつもりじゃないよと、企業としてやりますよということで、向こうにそれを分かってもらいたいし、向こうの農家のそのおっさんがですね私らからして信頼できるかどうか、これ一番大事なところなんで、直接会いに行ったわけです。
結果としてですね非常にやっぱアーカンソーのその純朴なその農家で、最後に彼の方からですね今回のこのビジネスがうまくいくかいかないか分かんないけどぜひ友達になろうねという、そういう話をいただきまして、ちょっと私もなんとか一つハードル超えたなと思っておりますけど、そんなことで、これはここのちょっと見ていただいたら分かるように店舗部分があります。店舗部分があるとどういうことかというと、ここでお酒を試飲してもらってここである程度販売もしようと思っております。だからニューヨークにですね、お行きになることがあればですねグランドセントラルの駅からハドソンラインで1時間半ぐらい、急行に乗っていただきますと私ども酒蔵の近くに来ますのでぜひ見に来てやって、一緒に試飲して酒も買って帰っていただけるとすごく嬉しいそう思っております。だから、まさにこれ1年前こうだったわけですけども1年前に集中豪雨で7月7日の、深夜に、実際その西日本を襲った集中豪雨で、全く私どもが考えてなかった反対側の山が崩れてそれが土砂が川に流れ込んでそれがダムのようになって酒蔵に流れ込む、それから停電を起こすということでですねもうどうにもならなくなりましてですね実は4号便で58万本分もうどうにもならないというか獺祭にはこれならないなという酒ができたわけです。でどうしようかということで言ってた、本当にね大変だったんですよその時は。実際全部行かれたらね30億ぐらいの損失ですからこれどうしようかと思ってたんですけども岩国ですから会長島耕作の広金先生広金健一さんが岩国のご出身でいやなんか俺のとこで何だったら1,000本か2,000本ぐらい買ってやるよと。いや1,000本か2,000本じゃないんですよ58万本分あるんですよということでですねじゃあちょっとその島耕作のキャラクターで売ろうよということで、しかもその200円ほど厚かましくもお客様から義援金をいただくということで1,200円で売り出しをさせていただきました。で、まさにですね8月の10日に発売したんですけど半日で58万本完売いたしまして本当に嬉しかったですね。お客様が皆さん本当ケースで皆さん買って帰っていただける姿を見ながらですねでもおかげさまでその200円の義援金いただいておりましたんで58万本1億1,600万円ですか1億1,600万円をですね岡山県とそれから広島県と愛媛県とから、山口県が一番被害少なかったんですけど、地元ですからこの4県にですね2,900万円ずつ県庁に持ってかせていただきました。これもきっと皆様方からこうやって助けていただいたからもう一つここですっごい私勉強になった話があるんですよ。というのはね記者会見の時に広金先生が隣でですね「いやこのお酒はねどれが入ってるか分からないんですよ2割3分が入ってるかもしれないし獺祭の磨きその酒なんて1本3万円ですよ」なんてそういう話されるわけですね。私変なこと言うおっさんやなと。でだけどこれがすっごい評判になりましていやもしかするとそうなんじゃないかと皆さん思われるわけですよね。で7割は一番安いお酒だったんですけどもでも大体皆さんその概して「いや俺が飲んだのが2割3分に違いない」とかですね「その酒に違いない」って言われる。本当になるほどお酒ってだから真面目一方だけじゃなしに楽しさがなきゃいけないんだなと思いながら、実際そこで勉強させていただきました。それと同時に本当にこういう困った時にですねやっぱ獺祭が被災したと聞いた途端に酒屋さんの店頭にですね獺祭買ってやんなきゃいけないからってお客さん随分来られたという話後で聞かせていただきまして本当にやっぱり日本に生まれてよかったというか日本人でよかったな
本当にこういう方々を、私どものその同じ国民として、この同じ国で酒を作れるというのは本当に幸せなことだなと考えております。そんなことで、こうやってやってまいりました。皆様方にこう助けてもらいながらなんとかかんとか、変わっていく社会の中でもうやってきたわけです。ということで私ちょっと時間オーバーしてしまいました。今日はどうも皆さん大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。